コンサートやライブで私たちファンにいつも完璧なパフォーマンスを見せてくれている BTS。そのステージに欠かすことができないと言われているイヤモニですが、BTS メンバーもオリジナルのものを装着していることはご存知でしょうか？今回は BTS のイヤモニ、どんな色を使っている？メンバーごとに紹介をお届けします。ファンから贈られたものを長く愛用していたりと、彼らの人柄の良さを感じられるエピソードも。イヤモニとは、イヤモニの正式名称はインイヤーモニターで、直訳すると耳の中のモニターという意味になります。ステージでパフォーマンスするアーティストは必ずイヤモニも装着していますが、どんな目的があるのでしょうか。BTS のパフォーマンスといえば、一糸乱れぬ歌とダンスが特徴的で、訪れやテンポがずれてしまうことは致命的ですよね。イヤモニには、難聴などの耳トラブルを防ぐ音ずれ防止、正確に音が聞ける、スタッフからの指示をリアルタイムで聞けるなどの利点があります。コンサート会場に設置されている音響は、アーティスト側ではなく観客席へ向けられていることが多く、ステージにいると演奏をはっきり聞き取ることは困難なのだとか。なので、イヤモニを装着することで、アーティストは正確な音源を聞き取ることができ、完璧なパフォーマンスへとつながるのです。このことから、イヤモニはコンサートを無事に終えるための必須アイテムだということが分かりましたよね。どんなイヤモニを使っている？メンバーごとに紹介。BTS メンバーはオーダーメイドのイヤモニを使用しており、自分の耳の形をもとに形成されているので、フィットし外れにくく、遮音性は市販のものとは桁違い。また、デザインもメンバーの好みが反映され個性的で、見ているだけで面白いのです。デビュー当時は、まだオーダーメイドのイヤモニを使っておらず、メンバー全員、一緒の白や黒のものを使っていましたが、活躍していくにつれ、個人のイヤモニが作られていったよう。彼らは今までにどのようなイヤモニをつけていたのでしょうか？ジンといえばラメが散りばめられたピンク色のイヤモニが印象的ですよね。そのイヤモニはなんと日本のファンからの贈り物だったのはご存知でしょうか？ BTS はあまりの人気から2018年より手紙以外のプレゼントの受付停止を発表。ピンクのイヤモニは2017年に最後のプレゼントとして誕生日に贈られたもので、ジンがいつも使っているピンクのマイクにぴったりでした。そのプレゼントされたイヤモニを2021年10月24日に開催されたオンラインコンサート BTS Permission to Dance on Stage で使用していたことが明らかに。頻繁にイヤモニを新調するアーティストも多い中、ジンは4年以上もプレゼントされたものを使ってくれており、日本のファンたちはとても喜んでいましたよね。シュガのイヤモニは彼らしい黒や白を使用しており、そこにシュガの S と G を掛け合わせたようなオリジナルロゴが描かれています。ロゴが少し変わったりもしてたようですが、基本的なデザインは変わっていないよう。また、シュガといえば、コンサートでの挨拶の際、イヤモニを外し歓声を聞く仕草は、アーミーの間ではおなじみですよね。イヤモニを外した瞬間、アーミーたちから歓声が上がり、それをうんうんと目を閉じながら聞くシュガがたまらなく可愛い瞬間です。BTS Permission to Dance on Stage Seoul では有観客ではありましたが、歓声を上げることができず、シュガは少し寂しそうに見えました。J-Hope、ポップなものからシンプルでかっこいいものまで幅広いデザインのイヤモニを使用している J-Hope。グループのおしゃれ番長らしく、衣装やステージによって使い分けていることが分かりました。J-Hope といえば、2018年に開催されたコンサート Love Yourself で赤いマイクに同じ赤色のイヤモニ、そして赤のスーツとまさしくカリスマ的オーラでソロ曲ジャストダンスを披露。この頃から J-Hope といえば赤というイメージが定着していましたが、
Permission to Dance on ステージでは、一辺マイクとイヤモニがミントグリーンへと変化していました。爽やかなミントグリーン色のラインストーンで彩られており、とっても J-HOPE に似合っていましたよね。RM 自身のアーティスト名 RM と大きく入れることが多い RM のイヤモニ。現在は水色のベースに雲が描かれている可愛らしいイヤモニを使っていますよね。6月10日にリリースされた最新曲 Yet to Come と For Youth を韓国の音楽番組 KBS ミュージックバンク Mnet M カウントダウン SBS 人気歌謡で披露した際もこのイヤモニでした。以前、半透明のグレーにセラビと書かれたものをしており、日本語に訳すと、これが人生さ、人生ってこんなものさを意味します。言葉のチョイスが RM らしいなと感じたデザインだったので、記憶に残っている方も多いのでは？自民のイヤモニにはイラストが描かれていることが多いですよね。自民という名前とともに王冠が描かれているものや、綺麗な花が描かれているものまで、他のメンバーとは少し感性が違う自民らしいデザインばかり。イヤモニに描かれている綺麗な花は、もしかしてスメラルドの花なのではないかと、アーミーの間では噂になっていますよね。スメラルドの花とは、BTS のために作り出された架空の花だと言われており、伝えられなかった本心という花言葉も、自民はこの花が描かれたイヤモニを色違いで持っているので、人一倍、このスメラルドの花に対して思い入れが強いのでしょうね。テテのイヤモニは、アーティスト名の V や BTS と初期の頃は書かれていましたが、最近はシンプルなデザインが多く、グリーンやグレーの単色のものを使用しています。グレーを選んだのは、テテが作曲したブルー&グレーから来ているのではと、ファンの間では言われていますよね。また、テテといえば、コンサート中に思わぬイヤモニのアクシデントに見舞われたことが、Love Yourself のソウル公演で、イヤモニに異変が生じ、自分のパートをうまく歌うことができなかったテテ。すると、隣にいたシュガが異変にすぐ気づき、自分のイヤモニを差し出していたのです。渡した後も、テテがうまく使用できているか見守り、サポートしているシュガと、焦った表情も見せず、臨機応変に対応していたテテの姿にプロフェッショナルを感じましたよね。ジョングクは、BTS とアーミーのマークが描かれたイヤモニを使用しています。マイクに合わせたパープルのラメをベースにしたものや、白地に赤と青でマークが描かれたものまで。なぜ白地に赤と青で描かれているかというと、赤と青を混ぜると紫になるという理由から、このデザインにしたといいます。最近ではカスタムしたイヤモニを使用しているジョングクですが、初期の頃は汗っかきのためすぐ壊してしまうかもしれないと言い、専用のイヤモニを持っていなかったそう。謙虚なジョングクらしいエピソードですよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は BTS が使用しているイヤモニをメンバーごとにご紹介しました。彼らのパフォーマンスになくてはならないイヤモニは、やはりメンバーごとに思い入れがあるものばかりでしたよね。次のコンサートでは、どんなイヤモニをつけて BTS メンバーたちがパフォーマンスするのか、楽しみに思う方も多いことでしょう。